フヨドル・ドストエフスキーの文学的、哲学的才能の頂点の一つとみなされる大神門観は、実はそれ自体が一冊の本ではなく、作家の最高傑作であるカラマゾフの兄弟農大5編に収められた刺激的で忘れがたい三分詩なのです。この部分の力強さは、そのうちに秘められた深遠な議論からだけでなく、小説全体の構造におけるその一からも生じています。この物語は一家の知識人であり、神が創造した苦しみに満ちた世界を受け入れることを拒み、それゆえに反逆する無神論者の兄イワン・カラマゾフによって、彼の正反対の存在、すなわち純粋な信用と愛を体現する弟のアリオシャに語られます。したがって大神門観はイワンの不親友の哲学的マニフェストであり、神と神が人類に与えた銃、意志という贈り物に対して彼が突きつける最も強力かつ最も悲劇的な告発なのです。イワンは物語を始める前にアリオシャに心構えをさせます。これは一つの詩であり、舞台は16年世紀のスペイン、異端シモンが最も暗く最も血塗られた時代、セビリアの街です。雰囲気は重く、その前日には街の中心で神の栄光を称えるために壮大なアウトダフェ異端者の化形式地が取り行われ、大司門官数奇形の面前で数百人の罪人が焼かれたばかりです。まさしくそのような恐怖と衣服の風潮の翌日、イエスは静かに、そして誰にも気づかれないほどの謙虚さを持って再び地上に民衆の間に降臨します。彼は15世紀に前に約束したように、苦しむ我が子らを束の間訪れるために来たのです。彼は何も語らず、ただ周りに集まった群衆の間を通り過ぎます。しかし彼の存在から放たれる無限の慈悲と愛は、人々の心を即座に彼へと引き寄せます。民衆は彼が誰であるかを悟りり、彼に引き寄せられ涙を流し、その衣の裾に口づけをします。イエスが群衆の間を通り過ぎる際、大聖堂の階段で7歳の少女の葬送列に出会います。悲しみに暮れる母親の懇願に応え、彼はたりたくみ、少女よ汝に言う起きよとささやきます。すると少女は手に持っていた白い花とともに棺の中で起き上がり立ち上がるのです。民衆が歓喜と畏敬の念で涙する中、まさしくその瞬間、大聖堂の扉に大司門官数奇形が現れます。90歳になる背の高い痩せた修道士の衣をまとったこの老人は全てを見ていました。彼の顔には何の感情も浮かんでいませんが、その瞳は炎のように燃えています。イエスの奇跡を目の当たりにしても、彼は微塵の驚きも見せません。それどころか眉を潜め、指で彼を指差しし、衛兵に彼を捕らえよと命じるんです。大司門官の権力は絶対的であり、ついさっきまでイエスの足元にひれ伏し、その奇跡に我を忘れていた。群衆は一瞬にして一つの群れのように二手に分かれ、衛兵たちが彼を連行するのに静かに道を開けます。大司門官の後を追うようにして、群衆もまた頭を垂れ、この神聖なる逮捕を是認するんです。イエスは異端審問所の神聖ナルロー獄の一つ、クラクセマイドクボーに投獄されます。夜になると老いた大審問官はランプを手に一人で独房を訪れ、背後でとビラに鍵をかけます。しばらくの間、彼は静かに囚人の顔を見つめます。やがて耐えきれなくなり、かの有名なる毒は句を始めます。お前か、本当にお前なのかと問いかけ、
しかしすぐに答えを期待しているわけでも、ましてや答えが欲しいわけでもないことを明言します。何も言うな、黙るのだ。何を言うというのだ。お前が何を言うか私には分かっている。それに勝っていったことに何か新しいことを付け加える権利などお前にはないのだ。これらの言葉で言わんは者が他利の基本構造を築きます。これは対話ではなく、人類を代表して語る大春門官が沈黙する神に対して行う告打ち圧なのです。大神門官の独白の中心にあるのは、イエスが人類に与えた最大の贈り物、すなわち自由意志が同時に最大の呪いであるというテゼです。老人によれば、イエスは人間性を誤解し、それを本来よりもはるかに強く高貴なものだと考え違いをしました。しかしながら人間は本性として弱く、反古的で無力な存在であり、自由という耐え難い重荷を背負うことはできないのです。大神門官はこの議論を証明するために、イエスが小屋で賢く恐ろしい霊、エクマトテによって提示された3つの誘惑を拒絶したことに立ち返ります。大神門官に言わせれば、もしイエスがその3つの誘惑を受け入れていれば、人類のすべての苦しみを終わらせ、彼らが求める真の幸福を与えることができたでしょう。第一の誘惑は石をパンに変える奇跡でした。大司門官はイエスを非難します。お前はひたパンの実にて生きるにあらずと言ってて拒絶した。だが忘れたのか、人々はその天上のパンのためにお前の名において戦うこの地上のパンを手放すことはないと。人々は自由よりもパン、すなわち保証を必要としているのだ。まず彼らを食べさせよ、しかる後にトークを問えよ。お前は彼らに自由を与えたが、その自由をどうすればよいかわからない何百万もの人々は上の中で互いに争い合った。だが我々は、と大司門官は言います。お前の見業を修正したのだ。我々は彼らの自由を取り上げ、それをパンとして彼らに返した。そして彼らはその自由を奴隷のように我々に差し出すことに幸福を感じたのだ。第二の誘惑は神殿の頂から実を投げ奇跡を示すという提案でした。イエスは神を試すことはしないと言って、これも拒絶しました。大司門官はこれもまた大きな誤りであったと述べます。人間は、と彼は言います。自由な選択による信仰ではなく、目をくらませる奇跡、無条件に信じさせる神秘と権力を渇望しているのだ。お前は彼らに証拠を示さず、自由な心を求めた。だが忘れたのか、人間の本質は反抗的であり、証拠なしに信じることは難しいと。我々は彼らに奇跡と神秘と権力を与えたのだ。彼らの弱い良心のために全てを我々が引き受け、彼らは我々を神のように愛した。なぜなら初めて良心の呵責なく生きることとができたからだ。第三にして最後の誘惑は、悪魔にひれ伏して地上のすべての王国を得るという提案でした。イエスはただ神にのみ仕えるべきだと言ってこれも拒絶しました。大司門官によれば、これがイエスの最大の誤りでした。人類は、と彼は叫びます。常に一つの群れとして団結し、その前にひれ伏す唯一の権力を見出す必要性を感じてきたのだ。お前は彼らに普遍的な統一を与えなかった。我々はローマのケント・カエサルの地位を手に取りジラを手飼いの唯一の支配者と宣言した。我々はあの賢い霊の提案を受け入れたのだ。我々は人々の自由を取り上げ、彼らにその弱さにふさわしい幸福子どものような幸福を与えた。
我々は彼らが罪を犯すことさえ許している。なぜなら我々は彼らを愛しており、彼のすべての鼓を我々自身が付け受けるからだ。彼らは幸福に一幸福にしに、そして墓の向こうにはしとむしか待っていないことを知らずにいるだろう。この嘘の表に彼らにこの幸福をもたらすために、ただ我々すなわち教会の支配者たちだけが背負うので、これらの告白の最も悲劇的な側面は、大シモン幹自身とカレーのような者たちが神を信じておらず、むしろ人類を救うためにあの霊、すなわち悪魔と協力していることを示唆している点です。彼らは人類の幸福のために自らを永遠の呪いに定められた悲劇の英雄なのです。独白の終わりに老人は黙り、囚人が何か答えること、自分を裁くこと、あるいは呪うことさえ期待して待ちます。しかしイエスはこれらすべての熱烈で論理的な議論に対し一言も発しません。静かに立ち上がり、90歳の老神門官の血の気のない置いた唇にそっと口づけをするのです。これはすべての非難と論理に対する唯一の答え、すなわち裁くことなくすべてを理解し許す絶対的な愛の行為です。この予期せぬ口づけに老いた大神門官は身震いします。彼の唇はまだ燃えているようです。彼は独房の扉へ向かり、それを開け、囚人にこう言います。行け、そして二度と戻ってくるな。決して、そして彼を待ちのくらいロジヘト時はなちます。言わんわしを終えると、有吉に向き直り、その反応を伺います。有吉は物語の間ずっと静かに聞き入り、恐怖に打たれていました。彼は兄の反逆と苦しみの深さを理解したのです。何も言わずに兄に近づき、まさしくイエスが大神門官にしたのと全く同じように、兄の唇に口づけをします。イワンはこの予期せぬ敬愛と需要の行為に一瞬の喜びに揺さぶられます。有吉のこの口づけは、イワンのすべての複雑で苦悩に満ちた論理的反逆に対する信用と栄意からの素朴で力強い答えなのです。大神門官の衆はこの地点で自由と幸福、信用と理性、個人の良心と集団的、権力との間の永遠の葛藤を、世界文学における最も強力で最も忘れがたいテキストの一つとして読者の心に刻み込むのです。